今回はメイクノイズのサンプリングモジュールモーファジンについてお送りしたいと思います。モーファジンは取り込んだ音源に思いもよらない変化を加える機能を備えています。各パラメータがどのような働きをしてどのように音が変化するのか見ていきたいと思います。まず今回はドイプファーの A100MC というケースに入れて使用しています。隣にある細い2つのモジュラーはピコのシーケンサーと DSP、リバーブエフェクトです。今回の動画では使用していません。そしてシルバーのモジュールは WMD のプロアウトプットです。モーファジンの音声アウトはこのプロアウトプット経由で出力されています。モーファジンはいわゆるグラニュラーシンセと同じような考え方となっていまして、簡単に説明すると音を非常に細かくして特定の箇所を高速でリピートしたりピッチを変えたりして新しい音を作成できます。記録メディアとしてはマイクロ SD カードを使います。FAT32 フォーマットで使用します。おそらく一番使用することになるのは音源の全クリアになると思います。シフトボタンを押しながらレックボタンを3秒間長押しします。こちらも使用頻度の高いオートレベリングです。入力される音のレベルを自動で調整します。サンプリング前には必ず入力音声のレベルを調整してください。こちらは LINE の音声レベルと EURORAC の音声レベルの両方に対応しています。まず上部にある SOS ノブを左側に回し切ります。そしてレックボタンを押しながらシフトボタンを押すことでオートレベリングが行われます。録音は非常にシンプルです。こちらのレックボタンを押すだけです。まず SOS ノブを左に回し切ります。録音が終わったら SOS ノブを右に回します。すぐに録音された音声が聞こえるはずです。そしてこちらがジェネサイズノブ、そしてスライドノブです。それぞれジェネサイズが再生する枠の長さを、スライドノブはジェネサイズで決めた長さをもとに再生する場所をスライドさせます。そしてこちらがモーフノブです。音に揺らぎやパンニングなどの変化を加えます。このノブを回すと音色が一気に変化します。続いてスプライスです。モーファジンでは録音された音源のことをリールと呼んでいますけども、1リールにつき最大で 2.9 分の録音が可能です。そしてスプライスとはそのリールの音をマーカーで分割するという機能になっていまして、最大で300のスプライスマーカーを置くことが可能です。新たなスプライスを追加するにはレックボタンを押しながらスプライスボタンを押します。ちなみに録音の際は SOS ノブを左に回し切って外部音声だけを録音してもいいですし、12時付近にノブを回して録音済みの音声と外部音声を混ぜた音を再び録音することも可能です。なお、おそらく通常は一つの長いリールをスプライスで分割するというケースよりは、その都度短いサンプリングをしていくケースの方が多いと思います。その際には新しいスプライスが追加されるたびに自動でマーカーが設定されます。その際にはこちらのオーガナイズノブを回すと追加されたスプライスを選択することができます。こちらのシフトボタンを押すことでもスプライスを選択することが可能です。ちなみにこちらのウィンドウでは各スプライスを色で表しています。スプライスマーカーを消去することもできます。消したいスプライスの再生中にシフトボタンを押しながらスプライスボタンを押します。再生中にスプライスボタンを押すことで新たにマーカーを追加することもできます。
続いてバリスピードです。再生速度や再生方向をコントロールできます。右に回すと進行方向にスピードが速まり、中央付近では音が止まります。左に回すと逆再生され、かつスピードが速まります。ちなみにノブの位置を2時半から3時付近に回すと元のピッチに戻ります。続いてパッチについて触れておきたいと思います。まずはクロックインです。レック、ジェネサイズ、モーフなどを入力されたクロック信号に同期させます。モーグのマザー32と接続します。アサインアウトからクロック信号を出力してモーファジンのクロックインにパッチします。続いてモーフ CV イン。モーフのレベルをコントロールできる CV 入力です。まずは32の LFO のトライアングルの出力からモーフ CV インにパッチします。こちらジェネサイズの CV 入力です。マザー32の LFO スクエア出力からジェネサイズの CV 入力にパッチします。こちらスライドの CV 入力です。マザー32のゲート出力からスライド CV インにパッチします。こちらオーガナイズの CV 入力です。マザー32のゲートアウトからオーガナイズ CV インにパッチします。シフトゲート入力です。入力されたゲート信号をトリガーにしてスプライスを順番に選択します。マザー32のゲートアウトからシフトゲートインにパッチします。そしてゲート信号が入力されると2つのスプライスが切り替わっているのがお分かりいただけると思います。スプライスゲート入力です。再生中に入力されたゲートの位置にスプライスマーカーが書き込まれます。
プレイゲート入力です。入力されたゲート信号によってスプライスの再生をコントロールします。レックゲート入力です。ゲート信号によって録音開始と停止を切り替えます。サウンドオンサウンド CV 入力です。外部からの音声入力とサンプリングされた音声をリンクさせます。こちらバリスピードを CV によってコントロールできます。CV 出力です。オーディオ出力からのシグナルを CV として出力します。こちらは各スプライス、ジェネの終わりでゲートを出力します。はい、今回は以上となります。モーファジンは全く予期しないサンプリングと音作りを望む方には非常に心強いモジュラーになると思います。その一方で自分の意図通りにサンプリングして完璧にコントロールしたいという方には少々使いにくいモジュラーかもしれません。私は非常に気に入って使っています。ご視聴いただきありがとうございました。